では、この時期からぜひやってほしいことがあります。とにかく外への意識を自分の内側の波動を整える意識へ向けることが、こっから先もうずっと時代の開運の鍵となります。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今年最大の山場2月21日いよいよやってきます。強烈アスペクトが同時発生しているということで、ぜひ今日はですね、この2月の21日に先生術的にどんな大切な日なのか、そしてどんなことが起こるのか、そしてどういうことをしてどういうことをしない方がいいのか、しっかりお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。さあ、早速ですが、20年近く毎日アスペクトの星読みを私は続けてきております。2万件個人セッションもさせていただいておりますが、その中でこの2026年ほど目まぐるしくエネルギーが変換する年っていうのはないんですね。で、この2026年にいかに大切なことがどんどん起こるかという流れについてはもうすでに、たっぷりと動画を上げています。去年の暮れかな、今年の初めかなぐらいに上げてますので、ぜひそちらをご覧ください。で、ちょっとそこでお話しした流れを復習すると、まず土星がお羊座に移動して29年のサイクルがリセットされること。それから海王星もお羊座に入って1862年以降、実に164年ぶりですよ。海王星がリセットされること。それから2月の21日にワールドアクシスで36年ぶりに土星と海王星が重なること。そして天王星が双子座に84年ぶりに移ること。そしてカイロンがお牛座へ一時的に入ること。それからノースノードが獅子座に入ること。金星が逆行すること。木星が獅子座に移ること、水星の逆行がすべて水のエレメントで起こること、そして蟹座の満月が2回あることを挙げました。こんなにある年っていうのは本当にないんです。そしてお約束したのはそれぞれのポイントについてその期間が近づけばさらに詳しい星読みを個別に上げていきますということでお約束しました。すでに海王星と土星のお羊座入りについてはたっぷり動画解説させていただいてますのでご覧ください。そして今言った天王星双子座移動以降のお話はまだこれからですので、その期間が近づいてきた時に徐々に上げていきます。そして今日はこのど真ん中、2月の21日の海王星と土星のコンジャンクションの日にスポットをもう一度当てます。で、実はこの日は魚座でパラスとドラゴンヘッドもぴったり0度のオーブでコンジャンクションするということが同時発生をするんです。なのでこの2つを同時に見ていくということが大事だと思います。まず165年かけて天空をめぐる氷の、巨大惑星海王星、それから29年周期で地道に回る土星、この2つの天体のコンジャンクションは36年ぶりです。しかも今回は始まりの場所0度のワールドアクセスでの GO、 これは初めてのことなんですね。そして知恵の女神、そして仕事をする女性を支えるとも言われる小惑星パラスと魂の成長を示すドラゴンヘッドのコンジャンクションは2022年の6月以降です。その時はお牛座で起こりましたが、今回は境界線である魚座で起こります。この2つの稀なコンジャンクションが同じ日に起こるのが2月21日です。では、まずすでに別動画でもちらっとお話してますが、土星と海王星のコンジャンクションについての復習から。前回は1989年、ヤギ座で重なりました。その時はベルリンの壁の崩壊、そして毎回この2つが重なるとソ連の終焉とか平和運動の誕生とかロシア革命とか常に世界の価値観をゴロッとですよ、塗り替えることをやってきたのがこの星の配置なんです。そして前回のベルリンの壁崩壊を振り返ると、すでに詳しく話してますが、構造の土星と崩壊の海王星がヤギ座で象徴する古い体制や権力を打ち砕いたということが分かりました。そのきっかけはなんと一人の官僚による勘違い発言からでした。
そして民衆がそれを信じて一夜にして築かれた壁がまた一夜にして最も平和的に誰も傷つかず戦争も起こらずに崩れ去ったという出来事が起こりました。で、当時のその日のホロスコープでは、土星と海王星以外にもね、小惑星のハイジやベスタ、エコー、このあたりが重なっていて、神の意識、意図を汲み取って、いらないものを排除するという力が、最大だったんです。それから水星を通して宇宙の介入があって、水星のところに、拡大の木星の守りを崩すというエネルギーもあって、水星ってスポークスマンですから、まさにそのスポークスマンの人が言っちゃったことによってそれが起こったんですが、そこに宇宙からまるで操られているようにその言葉を言いましたというアスペクトだったんですね。なので、こういう愛ある介入があった日でしたということになります。そして今回2026年の2月、この2つの天体はお羊座の0度ワールドアクセスで重なる。宇宙のエネルギーが直接なだれ込む最も純粋で強力な一点です。世界単位で平和へのルネッサンスが起こる可能性も秘めています。同時にこの戦いの火種を内包する場所でありますから、戦争や争いの勃発、この2つが同時に存在している場所で起こるということです。なので、このアスペクトが示しているのは、今星たちは私たちに2つの選択肢を突きつけているということです。そして私たちもいろんな介入ができます。私たちは世界中で有名な人じゃないかもしれないけれど、私たちが信じて、私たちが寄り添って、私たちが行動したことによって一つの大きなエネルギーっていうのは流れていくことができるので、これまでの価値観に固執して対立を爆発されるのではなく、古い壁を、ベルリンの壁です。思い出してください。壊したら希望と光の一歩、ハグし合えるということが生み出されたわけですね。ですから宇宙が今求めているのは憎しみを増幅させるような行動ではなくて平等な対話だということです。この日のアスペクトは自分の正しさを証明するために相手の影にフォーカスして打ち負かそうとするのではなくて、お互いが平等な意識の中で対応することのみが今後の世界の平和の道である。対話。もうこればっかり言ってます。なのでこのアスペクトをもう一度汲み取って、この日から私たちも個人レベルで自分と意見の合わない人、自分と違う意識を持っている人、あるいは自分の中でも何か2つの葛藤があるときに、この2つを対話させてみる、平等に対話させてみるという意識を持ち始めることがとても大事ということです。で、もう一つのアスペクト、知恵と創造的知性の女神であるパラスと魂が今世で向かうべき信仰の方向性を示すドラゴンヘッドが魚座の領域で重なり合ってます。この特別なコンジャンクションは2022年の6月にお牛座で起こって以来です。ちょっとこんな感じ。で、これが2026年の2月21日のアスペクト、この2つのコンジャンクションが起こっている時なんですけれども、今回のお牛座での重なり、前回のお牛座での重なりの時には、目に見える豊かさや才能をいかに現実的な形にするかという、どっしりとした大地のエネルギーの中での再誕生でした。でも今回の舞台は、共感性のない慈愛と感情、周波数、波動、潜在意識といった見えないけど確実に存在しているエネルギーすべてを受け入れる星座、魚座で起こります。魚座は自分の体、心、マインドを愛して、体も人生もセルフケアするような生き方を示す場所です。さらに11個のメインストリームに対してたった一つのマイノリティを示す場所でもあり、オルタネイティブって英語で言う、新しい選択、代替の場所でもあります。他の星座が西洋医学なら魚座は代替医療。他の星座が外に向かっての戦略を練るブランディングとかビジネスコーチングという辻の時代にとても重宝されていたものであれば、魚座っていうのはセルフ、
自分の、ね、外に向けてじゃなくて、自分の力で自分の強みと価値観を構築して、波動を整えて、潜在意識を成功の方に上書きすることによって成功していくというマニフェステーション術かもしれません。パラスは現実的に使命を行動に移して、社会の中の中心で活躍するリアリティの波動です。ドラゴンヘッドもまたその道が厳しくても使命に向かって諦めずに進み続けるというエネルギーを持ちます。目に見えない世界と全てを包み込む大きな愛の魚座に知恵のパラスが魂の羅針盤であるドラゴンヘッドと合流するということは、私たちが周波数とか潜在意識という見えないエネルギーの調整を通して自らの才能を発揮していく、そんな意識を持ち始める時が来たということを告げている。つまりこれまでのいろんな成功術とはだいぶ考え方も方向性も変わってきているということなんです。もう一回ちょっと出しておきましょうかね。これまでは社会的な成功や効率を重視して戦略を立ててきたかもしれません。でもこれからは内側から発するエネルギーをセルフケアしていくことが全ての成功につながる時だということです。パラスとノードのコンジャンクションっていうのは、これまで外に見えていなかった努力がソウルの進化と結びついて、目に見えないサポートが現実のキャリアや活動になだれ込んでくるという感覚、これを受け取るということも示しています。では、どんなことが起こるのか。この時期、社会的使命に目覚める女性が増えるだけではなくて、性別に関わらず女性性を強く持つマインドが必要です。性別に関わらずといったのは男性でも女性性の強いマインドを多く持っている人がいます。結構最近見てると多いですね。女性性のマインドっていうのは未来を見据えているかどうかです。テーマが未来かどうかということです。そして今日まで経験してきた傷も光もひっくるめて、そこまでの気づきのエッセンスを仕事に組み込んでいくための大きな後押しというのも入ってきてますから、経験を積んできたほどいいんです。チャレンジをして失敗しようが成功しようが関係なく、たくさんのチャレンジをしてきた経験がある人ほどそれが生かされるフェーズに入ってきているということです。魂の約束を思い出してその使命を果たすための具体的な知恵がダウンロードされるということもどんどん起こってきます。さらに偶然の一致、つまりシンクロニシティが多発して進むべき道がなんか自然と示されていくような出来事も起こりやすくなってきます。これまでの古い価値観とかこうあるべきという囚われから解放されて、より自由でアーティスティックな感性が目覚める人も増えます。さらに大切なソウルメイトや志を共にする運命的な人たちとの出会いが、それを通して仕事が一気に拡大していくという人も増えていくと思います。では、この時期からぜひやってほしいことがあります。とにかく外への意識を自分の内側の波動を整える意識へ向けることが、こっから先もうずっと時代の開運の鍵となります。毎朝一番にすることが携帯を開けてチェックするでしたら、それはいきなり外への意識からスタートしてしまうことになります。ですから今すぐこの習慣をやめるのがいいと思います。携帯を見る前に内側につながる、ベッドの中で自分の心、マインド、体、気持ちにつながるという意識を持つ時間を持ってください。そこでネガティブなものを見つけたら、まずそれを払って、私はこうやって撫でる、払うというのをすごくずっと毎日やってるんですけれども、そしてシェイクする、体を揺らしてあげる。そうすると体が本来のセルフを取り戻すし、いらないものは自然と手放せていくんですね。それから自分自身を抱きしめて愛してあげてください。その時に自分を愛するじゃなくて、自分の人生そのもの、もっと上のレベルです。人生そのもの、つまり関わっているものすべて、も出来事もすべて人も、それを愛するという時間を持ってください。生きていることに感謝する。自分の人生を愛するっていうリチュアルを毎日やるように私の
開発したセプタグラムソウルジャーニーコーチング講座でも、マニフェステーション実現プロジェクトでも、毎日皆さんに波動を上げるリチュアルとして、自分の人生を、自分じゃなくて自分の人生を愛するというリチュアルをやってもらってるんです。自分の人生を愛している人のところに、愛すべき人生がやってくる。そこには成功も、満ち足りたものも、素晴らしいソウルメイトとの出会いも入ってるから、自分を愛してるだけだと、一人の自己満足になる可能性があるので、人生を愛するということをやっていただいています。皆さんも私の人生を愛してますっていうのをぜひやっていただきたいと思います。というのが2月21日です。これまでこれを続けてきた人はこれからどんどんご褒美を受け取っていくと思いますし、もちろん今からでも遅くありません。皆さんも今日からぜひ始めてください。ちなみにこの時期、わかりやすく超開運コードがあって私がやったことなんですが、わかりますか？いつも見ていただいている人はわかると思いますが、髪の毛を切ること、ヘアスタイルを変えることは最も開運行動です。こんだけエネルギーが2月21日から変わるんです。自分自身、まずは髪の毛って古い自分が毛先に入ってるんですよ。だからなかなか重いんですよ。なのでそこをバッサリ切る。別にショートにしなくてもいいんですよ。でもとにかく髪型を変えてちょっとイメチェンをするというのはすごいおすすめで、私もかなりバッサリ今回ショートにしてみました。そして一つ注意していただきたいのは、自分を犠牲にしてまで他人のために働く必要はもう一切ありません。魚座のエネルギーは共感力が高いんですが、パラスは自立した知恵の女神ですから、自分自身の中心をしっかりと保つということも忘れないでいただきたいと思います。このパラスとドラゴンヘッドのコンジャンクション、海王星と土星のコンジャンクションは、皆さんが今世で成し遂げたいと願ってきた魂の仕事に光を当て、そこをサポートしてくれます。さらに進化した皆さんとして新しい時代のクリエーションを楽しんでいただきたいと思います。最後に私がもう宇宙から白羽の矢が立って私のところに降りてきたこの素晴らしいセプタグラムソウルジャーニーリーディングの、カードから皆さんへのメッセージをお届けしたいと思います。よし、1枚引きで。セプタグラムだ。超嬉しい。これがまさにセプタグラムという七芒星そのものですね。これが65枚のうち唯一私のこのメソッド自体のシンボルでもあります。これが出たんで、ぜひ見ている皆さんいかがですか？セプタグラムを広める同志になっていただければと思います。まさにこれがですね、潜在意識を成功するものに書き換えて、自分の内側の周波数、波動を上げるリチュアルを教えているのがセプタグラムの講座ですし、そのための自分の本質を思い出すためのリーディングがセプタグラムのカードリーディングです。プラクティシャナーの皆さんも未だに募集しております。ということで、まずは個人セッションからお越しください。インスタグラムやノート下についているキャプションのところからね、見ていただけるので、そこにさらに詳しい星読みなんかが載っています。興味がある方はぜひご覧ください。ということで、素敵な2月21日以降迎えていきましょう。